日はこれから私のこの4畳半の小さなお部屋のルームツアーをしていきたいと思います。結構、狭いお部屋でたくさん Vlog とか普段から見てくださっている方は見慣れたものも多いかなとは思いますが、とりあえずこれからまた模様替えとかも小さなアップデートとかもしたいなと思っているので、現状の記録のために撮っていってみようかなと思います。ラジオのような感じで生活のお供に楽しんでいただけたらとっても嬉しいです。それではルームツアースタートです。まずこの扉を開けるとこう私の部屋が広がっております。広さは先ほどもお伝えしたように4畳半でかなり小さなお部屋になっております。ただもうこれで全然十分なくらいに私は気に入っていて、むしろこう狭い方が、小さい限られた空間の方がこのちっちゃな空間に自分のお気に入りをこうどう詰め込もうかっていうワクワクの気分に、なれるので、割と今のお部屋にとっても満足しております。で、入って窓を閉じて、ここの扉の部分にはこちらのヘルシンキ来たての頃に出会った言葉がねすごい素敵なポストカードで、心の中に留めておきたいなっていう言葉だったので、毎日、いつも目にするドアノブのこの扉の部分にこのポストカードを貼っております。結構こんな感じでお部屋の至る所にポストカードとかポスターをこう貼るようにしていて、お部屋が真っ白で本当に白いキャンバスみたいな空間なので、このポスターの場所だったり、貼るものを変えるだけでもかなり雰囲気がガラッと変わるお部屋なんじゃないかなと思っています。そういう小さな変化でね、模様替えのような気分を楽しんでもいいかなと思っている最近です。ではおなじみのこちらの IKEA のスチールの棚周りをご紹介していこうと思います。結構ちょこちょこアップデートしている部分があるので、ご紹介していければなと思います。この棚は IKEA のスチール棚になっていて、でここの緑、これも IKEA で買ったポトスになります。鉢植えはセカンドハンドショップでこの部屋の雰囲気に合う色と質感のものをゲットしました。でここにあるのもセカンドハンドショップでゲットした、本当は多分キャンドルホルダーなんですけど、今私は鍵編み針とかの編み物関係のグッズだったり、あとこれはタリンに行った時にゲットしたスライドフィルム、すごい可愛いなと思って、これを思い出に入れています。タリンの動画を見た父がうちにもこれがあるらしく、帰ったらちょっと見たいなって思います。昔流行ったらしいですね。でこれがヘルシンキのすごい素敵なセレクトショップ、日本人の方がオーナーのセレクトショップなんですけど、コモンというところでゲットした白銅レインという名前のルームディフューザーです。これ本当にいい匂いで、もう毎朝出かける前、気分を切り替えたい時、お休み前、本当に自分の暮らしの気分のスイッチを入れる感じで重宝していて、もうこんな感じで結構なくなってきているので、もしかしたら1年間の間に買い足すかもしれません。とここにあるのは、アクセサリー入れですね。これは日本から持ってきた、この入れ物はどこだっけな、台湾か中国に行った時に本当に安くゲットした入れ物なんですけど、この中に日本から持ってきたアクセサリー類を入れております。でよく使うアクセサリーはこの器の中に入れております。これも指輪と、あとタリンでゲットした缶バッジとかも入れています。すごいこの器に合って可愛いなと思うので、ここに入れています。
缶バッジ、こういう旅の思い出をこうインテリアに使うことでその時のワクワクとかが蘇ってきて、私は結構使うものとか部屋に飾るものとか旅先で出会ったものが多かったりするかなと思います。日本にいた時、これはアルピーダウードのネックレスとアクセサリーはまた別の Vlog とかでもご紹介してるので、ぜひ気になる方はそちらご覧ください。この器はこちらも同じこのルームディフューザーを買ったコモンで開催されていた鳥取の陶芸家の方がいらしてやったワークショップ、練り込みっていう手法らしいんですけれども、こういう模様がすごく素敵な陶芸を体験させていただいて、ワークショップに参加させていただいて、そこでやっぱり割れることが多いらしいので、お土産として自分のものが割れちゃっていても悲しくないようにっていうことで、その先生が作った作品を一つ選ぶことができて、持って帰ってきた器になります。本当に可愛くて気に入っています。で、ここにあるのはこれはマッチ。これは私がヘルシンキで本当一番と言っても過言ではないくらい大好きな空間の、サウナなんですけど、建築家の方がオーナーのサウナなんですけど、その中にマヤコーヒーロースタリーっていうカフェも入っていて、そこでいただいたマッチになります。本当に素敵な空間で、写真は NG なんですけど、そこで本当深呼吸できる場所になっています。ぜひ皆さんヘルシンキに来ることがあれば訪れてみてください。本当にフィンランドって立ち止まることができる場所だなって私は思うんですけど、それを象徴するような、だけどちょっと日本っぽさも感じるというか、日本のわびさびみたいな茶室の空気も感じるすごい素敵な、サウナ、カフェになっています。で、これは鍵入れですね。 Vlog でもご紹介したかもしれないんですが、最近私今着てるあれも牛柄っぽいんですけど、牛が可愛いなと思って最近編み物にはまりだしまして、それで本当に2回目ぐらいに作ったコースター、小物入れをこの牛赤べこガチャポンなんですけど、赤べこ牛と合わせてここに置いております。このシェルフが結構ガシャンって音が鳴ってしまうので、その音の緩衝材みたいな感じでも、これを使っています。で、この下の段ですね。まずここから、このコンテナはフライングタイガーでゲットしたコンテナになります。中に入ってるのは結構細々とした SSD とかパソコン作業用のグッズだったり、あとこれは最近ノート時間の時にその日買ってきたものについていたシールとかレシートとか、あとその日食べたお菓子の包装紙とか、そういうその日々その日々に集めた自分の辿ってきたかけらみたいなものを集めておいて、時間のある時にそういうのをノートにデコレーションというか、自分の思うままにその日の記録のページを作るっていうのにハマっていて、そのための、ステッカーとか素材のかけらを入れているポーチになります。ハイタイドのネーヘのポーチになります。前の Vlog でもご紹介したかなと思うんですけど、今集めている器たちの記録ファイルと、あとは細々とした紙物がこの中に手紙とかが入っております。で、この隣にあるのがこちらのガラスもセカンドハンドショップで拾ってきた、これは0円でしたね。拾ってきたガラスの瓶をペン立てにしていて、この中にハサミとあとコード類とかが入っています。あと本がずらっとあって、これは本当にお店でゲットしたものもあるんですけど、フィンランドに来て日本の活字が恋しくて、それを聞きつけて私にプレゼントしてくださったものとか、友人に借りたものとか、が並んでおります。大切に
大切に読ませていただいております。本当に嬉しい。あとヘルシンキの無印で日本語の本が置いてあって、ご自由に持ってってくださいっていうコーナーがあって、そこから拾ってきたものもあります。でここに置いてあったのがバッグの中身でもご紹介したペンポーチと醤油差しのガチャポンの目印チャームと、この IKEA のボックスに入れているのが、最近はこの中にですね、編み物グッズを入れるようにしております。こんな感じでだんだん編み物の毛糸が溜まってきたので、ここにひとまずプールしております。もしかしたらちょっとここでも足りなくなるかもしれないんですけど、ひとまずこれは編み物ボックスとして今は活用しています。で今ここにあるこのポスターですね。でこの壁に飾っているポスター、これフリーペーパーでヘルシンキにある紫っていう日本食屋さんがあるんですけど、そこにフリーでフリーペーパーとして置いてあった昨日と11月っていうナイトマークで合ってるかな、読み方というところのインディペンデント出版社さんが出しているフリーペーパーになります。映画のような日々を綴るフリーペーパー、毎月発行、全国のミニシアターや独立系書店で配布っていうことで配布されているすごく素敵なフリーペーパーになっています。こういう誰かのその日々の記憶みたいなことにすごく興味が私はあるので、これをあとこのデザインがまたね本当に素敵なので、もう見るだけで気持ちがスンと柔らかくなる気がするので、こうして部屋に飾っています。ここの他にベッドのこの脇にここに飾っているのもその昨日と、これは昨日と1月のフリーペーパーですね。で一番下の段がここがまだふんわりしてるんですけれども、とりあえず今は充電ポートのような感じで電子機器類を充電する場所にしております。でこの右側に見えるのが、これがゴミ箱です。もう私は東京にいる時もこのゴミ袋のこの上の部分切っちゃって、そのままお部屋に置いておいて、でゴミが溜まったらそのままポイッと捨てられるような感じで、紙袋をそのままゴミ箱として使っていたのをここでも同じようにしています。ただちょっとゴミ箱って一番難しくて、いいゴミ箱があんまり見つからなくて、ずっとそうして借りてそうしてきたっていうのがあるので、いいゴミ箱が見つけられたらいいなと思いながら、ずっと暮らしております。お次が奥に見えます、こちらのデスク周りです。この机なんですけど、こちらの机はヘルシンキのキーラトゥスケスクスリサイクルセンターで見つけてきたデスクです。結構この足の部分とかが手前と奥側で長さが違かったり、ちょっと曲線の丸みのあるデザインがすごい気に入っております。で天板もちょっとクリーム色っぽい感じで、この部屋の雰囲気と合っているなと思って、これをエッサエッサと背負って家まで持って帰ってきました。でこのお部屋でもかなりお気に入りの家具になるんですが、こちらが IKEA の椅子になります。日本の IKEA にもあったので、これとってもおすすめです。なんて言うんだろう、この形も絶妙で可愛いし、色ももう何とも言えないシンプルなお部屋を目指している人にもしっくりくるオレンジ、ちょっと馴染むようなオレンジ、絶妙なオレンジがとっても気に入っております。でこのトルソーだったかな、名前っていう、この照明も IKEA です。で今ここの
デスク前に飾っているのが、今ヘルシンキのアモスレックスっていう現代美術館かなの特別展で着ているレアンドロ・エルリッヒ展のポストカードです。なんかこう窓を覗いてるような感じの気分になれるので、ここに今は貼っております。でこれがこの間の Vlog でもご紹介した手作りのコースター、編み物にはまっているので編み物のコースターと、このコップもこれも同じくキーラ・トゥスキスクスというセカンドハンドショップで見つけてきたマグとサニー手帳とペンですね。ここでいつも私はほとんど過ごしております。ここでパソコン作業したり、ジャーナリングしたり、ご飯もここで食べたり、私の居場所といっても過言ではない場所です。でこの照明器具の下にあるこちらがちょっと恥ずかしいのでぼかしますが、ここにいつも私は、1日のやることリストみたいなのを上げてチェックボックスを作って、はい、これはどこだろう、日本から持ってきたんですよね。どこで買ったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、ここにこう挟んでいつでもこう見れるようにしております。で一応ここにその日ちょっと心に留めておきたい言葉、今日はリラックスっていう言葉をここに書いております。すごい、撮影してたら外がもう吹雪、いつも遠くまで見えるんですけど、多分雪で、真っ白な世界に、グレーな世界になっておりました。こんな感じで、ここの窓ですね、こんな感じで割と背の高い窓になっております。ブラインドも下げられるんですけど、私は日中はこうして外の景色を広く感じたいので、ブラインドはガッと上げております。で私のこのお部屋の外にすごいこう長い廊下バルコニーがあるんですけど、ちょっと私の部屋からは接続できず、ルームメイトの部屋から接続しなきゃいけないので、ちょっとバルコニー作りは今断念というか、また今度余裕があったらやるかもしれないなという感じです。こんな広いところがあるのにもったいないですよね。ちょっと考えたいな。ソファーとかね置いたりして、夏はすごい気持ちいいだろうなと思うので、ちょっと考えたいと思います。でここデスク横のこの窓の3には、東京から持ってきた君たちはどう生きるかのパンフレット、これがあるとなんか自分の部屋っていう気持ちになれるので、本当に持ってきてよかったなと思っているものの一つです。でこの隣にあるのが、これはセカンドハンドショップで拾ってきたガラスになります。0円のコーナーがあるんですね。ヘルシンキのリサイクルセンターの中の一角にあるんですけれども、そこで見つけてきて、すごい可愛いのになぜ0円なんだろうと思いながら、もらってきた、今花瓶とかにしているグラスと、これはこの間もご紹介したフライングタイガーで買った色鉛筆と無印良品のマスキングテープと糊と、東京から持ってきたマスキングテープです。ジャーナリングをするときはここのグッズを使って机の上にポンと持ってきて作業することが多いです。ちまちまと色塗ったり切ったり貼ったりして楽しんでおります。お次がベッドサイド周りです。この今ベッド横にあるこのスツールもセカンドハンドショップでゲットしてきました。このベッドサイドにおけるキュッとしたスツールで、木製っぽすぎずちょっとシルバーの雰囲気もあるやつを探していたので、本当にもう理想形に近いスツールをゲットできてとっても嬉しいです。この上に乗っているこれが IKEA で買ってきたモンステラと、このカップ鉢植えもリサイクルセンターでゲットしてきた水色の鉢植えで、ここにあるのも前 Vlog でもご紹介した本当にろうそくのようにちっちゃく灯ってくれる優しいライトになっております。電球がねちょっとむき出しになっている感じもすごい可愛いし、素材もここコンクリートなんですけど、素材っていう感じを組み合わせた
武骨な感じがとっても気に入っております。夜寝るときはいつもこれだけつけて、ほのかな明かりで、目には良くないんでしょうけど、本をちょっと読んで、最後眠くなったら消して眠るっていう毎日夜時間を過ごしております。でこの上に置いてあるのが、こちらもどちらもいただき物ですね。でどちらもとっても面白くて毎日大切に読んでいる本たちです。このね、そもそも交換日記がとっても面白くて、ぜひぜひおすすめの本です。なんかいろいろ考えさせられるし、2人の作家さん、エッセイストさん、いろいろやられているお二人ですけど、私はちょっと存じ上げなかったんですけど、読む前はとてもなんかいいなって思いながら読んでおります。語彙力がない。この上にありますポスターも先ほどご紹介した、これは昨日と1月のフリーペーパーを飾っていて、これは前にVlog でもご紹介したアールト自邸に行った時にゲットしたポストカードです。はい、でこちらのベッドが IKEA の購入品でもご紹介してると思うんですけれども、 IKEA でゲットしたこのベッドフレームとカバーも IKEA で買ったものにしています。このベッドカバーすごい可愛くって、IKEA すごいなって思いながらとっても気に入っております。シンプルにもポップにもミニマルなお部屋にもマッチするような、でもシンプルすぎない可愛さのある、とてもお気に入りの、ベッドカバーです。でこちらも IKEA の購入品の時に紹介したラグになります。これもとっても気に入っているラグですね。 IKEA の廃材をはぎれを使用して作られたものになるので、本当にいろんな風合いのものがあって、私はこのお部屋に合う水色とか白とかグレーの色調のものを選んだんですけど、もっとカラフルなものもあったり、もっとシンプルめなものもあったので、掘り起こすのもとっても楽しかったです。宝探しのようで、ラグがあるだけで部屋がパンと明るくなったり雰囲気が変わったりするので、こういうちっちゃなラグでまた雰囲気を変えたりするのもいいかなと思っております。お次にご紹介するのがこちらの棚の中をお見せしようと思います。ただ全然面白みも何もない棚なんですけど、中はこんな感じに収納しております。といってもね、フィンランドでやっぱり1年くらいしか暮らさないので増やさないようにはしているんですけど、こんな感じでIKEA で買った仕分けボックスを使ってお洋服とかを仕分けていて、でこれが旅トラというところの吊るせる収納ボックスにもなるトラベル仕分け袋です。これこのままパタパタパタってキュッて圧縮してスーツケースに入れられるので、本当に旅をする人にはおすすめのグッズかなと思います。とっても重宝しています。ここに風呂敷とかを入れていて、部屋着とかをトレーニング用の服を入れていて、でここにトートバッグをこんな感じで私はいつも丸めて入れております。こんなのでバッグ入れ、小物入れみたいな感じで、あとシャツとかジーンズがあったり、あとこっちもお洋服ですね。下着類とかこういう細かいものはボックスで仕分けして、あとお洋服でここにちらっとお出かけする時にチェックできるように鏡とか香りのものとか、あとこれはいつも持ってる必需品ポーチとお財布、これをバッとすぐ出かける時に持っていけるようにしていて、でここですね、ここにモジョジョジョ丸カンが取れてしまってつけられないモジョジョジョを飾っていたりとか、あと大事な書類とか、あとはこちら側にカメラの機材とか撮影用の機材があったり、
あと一番下は本当に薬とかストック用の化粧品とかが入っていたり、本当なんかお見せするほどのものじゃないので恥ずかしいんですけど、はい、下がストック系であまり使わない薬とかが置いてあって、こんな感じで普段持ち歩いてるものをバッグから出してここに置いて、リュックとかバッグはここの方に奥に収納したり、あとここ三脚があったりで、これがこちらもリングをご紹介した時にお話しした、リングつけとこうかな。このロバニエミに行った時にお世話になったお姉さんが私のために編んで送ってくれたムーミンパパの靴下です。本当に嬉しい、かわいい。もう嬉しすぎて大切すぎて使えないです使えなくって、なんか素敵なお手紙とともに送ってくださったんですけど、もう大切すぎて使えないので飾っております。ここに扉を開けるたびに温かい気持ちになっています。で、一番この上のところにはまだ使っていないウルトラライトダウンジャケットとか、あと夏服だったりとか、こっちにはジップロックと袋系のストックとか電球のストックとかを普段使わないものを入れております。こんな感じが今の私の棚の中身でした。そして最後がこちらのお月様のように光々と輝いております照明です。これも IKEA の購入品紹介の時にご紹介してるんですけれども、ちょっと見やすいように下げますね、光量を。見えるかな。こんな感じで風合いが和紙の感じになっているので、温かみがあってとっても落ち着きます。ちょっとお部屋の中で低めに垂らしてあげて存在感を出してあげるとお月様のようでとっても可愛いです。気に入っております。以上が私の小さな4畳半のお部屋のルームツアーでした。ここに引っ越してきて、だんだん自分の家具も集まってきて、夜ベッドの中に入って空に浮かぶというか宙に浮かぶというか電球だったり、私のお気に入りのものたちに囲まれて眠れる夜にふと目が冴えて部屋を見渡して、いい部屋だな好きだなって思いながら、なんて幸せなんだろうって思いながら安心して眠りにつけるので、今のこの小さなお部屋ですけれども、自分の好きだなって思うワクワクしたりとか、ときめく気持ちで集めてきたものたちに囲まれて暮らせているので、本当に日々が楽しいです。自分のお部屋は自分で作ることができる景色空間なので、私だけのお城をこれからも私が安心できるように、私がときめけるように作っていきたいなと思います。またちょっとずつアップデートしたり模様替えも楽しみたいなと思っているので、そしたらまたシェアできたらいいなと思います。最後まで見てくださりありがとうございました。よかったらこういう家具いいよとか、何かおすすめがあったり元気ですかとかだけでもいいのでコメントくださるととっても励みになります。あとグッドボタンとチャンネル登録もお待ちしております。今ちょうどヘルシンキは外が真っ暗で、も何時？3時頃なんですけど、もう外が真っ暗で雪が降っております。皆さんも日本も寒くなってきているっていう風に聞きましたので、暖かくして良き冬の日々をお迎えください。